美味しくないものは今日は言ってないから。こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。もうすぐお正月ですね。お餅の季節とも言えます。いろんな味のお餅がありますが、皆さんきなこ餅は好きですか？好きですね。よかったですね。そんなあなたに今日は朗報です。きなこ餅をちょっとアレンジするだけで驚きの美味しさ、このアイデアを3つ私からお伝えしたいと思います。1回きなこ餅さえ作ってしまえば難しい調理や料理ほとんどいらない、誰でも作れる、めちゃめちゃ研究しましたので、ぜひ見てください。1つ目のアイデアはじゃん、海苔巻きです。もう見たまんまきなこ餅を海苔で巻いただけなんですけど、シンプルでしょ。私はこれにお醤油をつけて食べるのがとっても好きです。こんな感じでちょっとつけて食べます。磯辺焼きの味に甘いきな粉でちょっとみたらしっぽいような味にもなって、日本人がかなり好きな味だと思います。簡単でしょ？やってみて。2つ目のアイデアはかなりおすすめ、せんべいサンドです。固めの醤油せんべいがおすすめ。いろんなせんべいで試したんですけど、この硬くてカリッとしたね、食感と醤油の味がたまらないんですよ。私はこれを何枚食べたか分かりません。ハマっちゃって。私はこれは道の駅とかご当地の味で売れるとすら思ってるおすすめの味です。やってみてください。最後に3つ目のアイデアは、はい、きなこ餅トーストです。とんかつじゃないですよ。これはバターできなこ餅を焼くんですね。で、一緒にパンも焼いちゃうんですよ。フライパンの中で全部一緒にやっちゃう。で、焦げ目がつくまで両面焼いてカリカリもちもちにします。そしてパンの上にきなこ餅を乗っけてさっくり切ってね、余ったきな粉をわーっとかけて、全部使うんですよ、きなこも。そしてもしあれば黒蜜もパッとかけて、今こういう状態になってます。いいでしょ？パンは厚めがおすすめ。一番美味しそうなところ。きなこ餅バターとめちゃめちゃ合うんですよね。だからちょっと焼いてみて。もちもちもあるけどさっくりもすごいからお正月は暇になりませんね。きなこ餅でこんなことができるなんて。さあ、きなこ餅の簡単アレンジ3つのアイデアをご紹介しました。めちゃめちゃいろいろ試したんですよ。そして美味しくないものは今日は言ってないから、ぜひこの冬にね、今日の3つどれでもいいので試してみてほしいと思います。きなこは冬がハイシーズンなんですよ。なのでぜひきなこを忘れないでほしい。今年の冬もきなこをよろしくお願いします。そして1年間見てくださってありがとうございます。良いお年を。またね。バイバーイ。